皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日はベランダで体調を崩している多肉たちをピックアップして根っこをチェックして植え替えしようと思います。このアルバローズもちょっと怪しいんですよね。まずはかなり調子の悪そうなこのアルバローズから見ていくことにします。この土を見るとこの家に越してきた時に植え替えしたままの土なのでかなり根っこが張っていますね。とりあえず鉢の底を崩して鉢底石を先に取り除いておきます。鉢底石もかなり大きいものを使用していますね。ちなみにこのアルバローズに使用している土は鹿沼土の小粒。鹿沼土の小粒でもしっかり根を張ってくれています。と思っていた矢先、茎からすっぽりとロゼット部分が抜け落ちてしまいました。想定外の出来事にちょっとびっくりしていますが、傷んだ葉を取り除き、このまま土に刺して様子を見たいと思います。ちなみに茎の方はこんな感じです。この茎もまだ生きているかもしれないので、しばらくは水につけて様子を見たいと思います。このまま新しい芽が出てきてくれるといいんですけどね。そしてすっぽりと茎から抜けてしまったこのアルバローズ。これはビニールポットでしばらく様子見です。根付いてくれるかちょっと心配ですね。お次はこのアリエル。真っ赤に紅葉してきたのはいいんですけど、よく見ると成長点がちょっとおかしいことになっています。このアリエルは去年の6月に植え替えしていますが、その時使った土が日向土。やはり少し水はけが良すぎたせいか、夏の暑さで株が弱ってきているみたいです。あまり水を吸えていないのかなと思い、鉢から抜いてみると意外としっかり根を張っていました。そして茎を見てみると、なんとたくさんこぶいています。今回は秋に植え替えるということで、少しだけ水持ちのいい土に植えることにしました。とりあえず植え替えて様子を見ますが、すでに成長点付近が崩れているので、こうなってしまうとどう育つかはこのアリエル次第です。このまま成長を見守り、この後の対処法を考えたいと思います。ここで気になるのがアリエルの葉ざしのその後です。無事に夏を越せたのかちょっと見ていきます。いたいた。このアリエルの葉ざしは石化してしまった子。隣にもう一つ普通のアリエルの葉ざしを植えていたんですが、どうやらそちらは消えてなくなってしまっていました。ちょっと残念ですね。札を刺してこのアリエルの植え替えも完了です。この後すぐにアリエルに水やりをしたせいか、心なしか元気になった気がします。そしてお次はこの水蜜桃、桃太郎ですね。この水蜜桃はレオレオオレオさんの4周年記念セットに入っていた苗になります。大きな苗だったので鉢に植えるときにたくさん葉ざしをもいだのでだいぶ小さくなってしまいましたが、植え替えして大きく育てたいなって思い、日向土から水持ちのいい土に植え替えようと思って今回持ってきました。根っこもしっかり張っていますね。ちなみにこの水蜜桃の鉢底石に使っているのは日向の軽石の小粒になります。鉢底石までしっかり根っこが伸びていますね。今回の植え替えではこの水蜜桃は今回の植え替えではこの水蜜桃は鉢増ししないため、またこの同じ鉢に植え付けていきます。でもしっかり伸びていて
カットするのはもったいないんですが、今回は鉢増ししないため、ここで半分水蜜糖の根っこをカットしておきます。枯れ葉を取っておくのもお忘れなく。今回使っている土なんですが、エケベリアはあまり水持ちが良すぎても蒸れてしまいがちなので、エケベリア系は特に鹿沼土が多めの土の配合になっています。そして根の間にもしっかりと土が入り込むようにピンセットでつつきながら土を入れていきます。この時苗が鉢の中心に来るように土を入れてくださいね。これで水蜜糖の植え替えも完了です。玄関に下ろしてもらうと外が気になるかりんちょさん、そしてハーネスつけてと戻ってきました。準備完了でお散歩に出発です。ドアが開くと勢いよく飛び出すかりんちょさん、今日も元気にお散歩行ってきます。そして作業の続き、これはアイスハートプリンセス。かりんちょさんのお散歩に行っていたので急いで植え替えしないと、もうすでに日が傾き始めてしまっています。このアイスハートプリンセスは今年の春に鉢植えしたばかりなんですが、無事に夏越しできたと思っていたのに、最近少し外葉の様子がおかしくて気になって様子を見ていたんですが、やっぱり植え替えしてみることにしたんです。この苗の外葉がきれいに紅葉しているだけのように見えているんですが、実はこの外葉からだんだん葉が樹れてきているんです。葉の付け根は意外と元気そうなので、もいだ葉は一応葉差しに使ってみますが、これでは芽が出るかどうかちょっと心配になりますね。とりあえず葉は多めに取っておきました。そして葉をもいだ茎を見てみると、どこも傷んでいなくて綺麗なんですが、苗が調子を崩した原因もよくわかっていないので、ここはとりあえず土を変えて植え替えしておきます。植え替えした苗たちをベランダに戻す前に、少し庭で様子を見て、問題がないようならまたベランダに戻す予定です。アイスハートプリンセスも植え替えが完了しました。今回はこの他にもいくつか多肉を植え替えしています。今ちょうど水やりを終えて植え替えした多肉たちを並べてみました。ただアルバローズだけはまだ水やりをしていません。茎からポロッと落ちてしまっているので、このまま乾燥させた土で少し様子を見てみます。動画内では植え替えしていませんが、ドリームローズ B タイプや、その隣はキャプテンハイ、そしてジェイドポイント、キャラリアンも植え替えています。そして今回、ベランダで行方不明になっていたモヒカンを発見したので、ついでにご紹介したいと思って持ってきました。はい、ということで今回の動画はベランダで調子を崩していた多肉たちを植え替えしていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。